はい、こんにちは、高橋祐介です。ということで今回は、アズアズシーバス修行ということで、アズアズ in 東京湾再びジュナズサです。よろしくお願いします。今年の3月か4月ぐらいに1回、寒くて大雨の中初めてのねシーバスを取ってもらって、それから何回やったかな、今回が4回目になります。じゃあ2回ね、秋田とか、岩手行って慣れてきただろうから、もう1回ちょっと東京湾をやってもらおうかなということで今回来ていただきました。季節は秋なんですけど、そんな本格的に秋してない感じで、イージーでは下手したらないかもしれない残念ながら、残念ながら、修行なんでね、それでもちょっと頑張って釣ってもらおうかなと思ってるんですが、どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかって言われてもね。でも、秋田と岩手やってみて、岩手に関してはなんか自分で釣った感があった1匹で、なんか着実にこうなんか考えながら釣りをするようになってきたなっていうのがあるので、ちょっと自分でも今回は考えて1匹というか、秋なので何本か釣れたらいいなって思ってます。なるほど。今回は割とちょっと流すコースだったり、ちょっとキャスト精度が多分必要な感じになるかなとは思うので、バシバシいいとこを狙ってるところを打って、シーバス釣ってください。ということで、アズアズシーバス修行第4回スタートです。お願いします。ということで明暗にやってきました。もう満潮時刻は過ぎてるので、これからもっと下げが効いてからちょっとしっかりやっていきたいなと思います。これが結構大事で、気が焦ってもうやりたいってなって、今ぐらいのこのタルって状況でやると魚がね、やっぱルアー見切っちゃう。やっぱ流れがあった方が騙しやすいから、できればこのポイントが完成してからやるのがベストです。じゃあ時を待ってから。時を待って、なのでもう少しちょっと様子見ながら、来るべき時が来たらバシッと釣りましょう。頑張りましょう。よし、じゃあだいぶ完成してきたんでやりましょうか。先発はそれからいってみよう。スネコン90、競争系のルアーで、ここだとさ、このやっぱ明暗が一つポイントと、あと橋脚で、橋脚と明暗が絡んでるところがやっぱ要素絡んでて一番ポイントなんだけど、でその一番いいところが抜いちゃうと、やっぱファイト中ここの魚ついてるところをガーって荒らしちゃうから、取れたはずの手前の魚をすれさせちゃうといけないから、基本は手前から狙っていくのがセオリー。で最初はあんま飛ばさない。そう、最初はあんま飛ばさないで。逆にそれもむずい。なんかいつも最近のだけで全部飛ばそうみたいな感じだったから。で、あとはゆっくり、早いもっとゆっくりですか？意外とね、明暗って言うんだけど、意外と明るい側にも魚出てたりして。あ、そうなんですね。結構橋の上とかから見てると全然明るい側に出てる魚もいっぱいいる。で、時々さ、ベイトが落ちてきて、暗がり嫌がることがあるんだよね。入りたくないって、そこの暗い側に、急に流れと同じスピードでバーって落ちてきたのに、急にそこでもやって反転するので、その目の前には鈴木がいるから、そういう時はすぐすかさずそこに流していく。多分もう橋脚には数匹ついてると思うんだよね。だから橋脚は特に集中して。まずは1本釣りたい？釣りたいですよ。そうしたらじゃあルアー変えようか。でも大体今のなんか流れるスピードは分かった？分かったならもっと沈むというか、シンキングでいってみよう。ジョルティミニ。ジョルティミニの8。あんま沈めないように、着水したらすぐ竿を上に立てて巻いた方がいい。頑張って。OK。負け。
った食ったちょっとちっちゃそうだね、魚が。今の時期は小さいとかそういうのはないんですか？群れだね。群れ、場所次第。オッケー、うまい。これ食うよ。ほら、食った。おー、すごいすごいでしょ。いいとこ入れば食うよ。ナイス。でもナイスキャストだった。すくおうすくおうかわいいな。オッケー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 。でも狙った場所で釣れた一匹だよ。すごい。やっと届いたって思ったら釣れた、ね、今完璧だった完璧だった。いいとこ入ったから。めちゃくちゃ嬉しい。シーバス修行一応最速更新じゃない？最速ですね。5分10分。釣れた釣れた。いや嬉しい。ちょっとサイズアップ狙いたいな。でもちょっともうちょっと大きいの釣れた。今のところは渋いね。渋いですあ、でもまあやっぱあそこにはいるよ。メアとストラクチャーの角だから頭ぐらいに落としてちょっとライン先行であそこ入れていけば多分食うと思う。で臨場はなるべく上の方がいい。ボイル出てるからなるべく上なるべく上だから着水もすぐサミングして糸吹け出さないように。そうそうそう。あ、それ上手。それ上手だな。それで食わないか。ラインで大体なんか流れてる位置わかるじゃん。はい。で分かんなくなったら一回水につけてバシッてやると糸切るから、それで位置を把握するといいよ。はい。いるけどね、ちょっとレンジがジョルティミニでも入っちゃってるのかも。よし、ちょっとじゃあ下の下流側でいい感じに出てるから、そっちもやってみよう。さあ少しだけ移動してきて、ここはね橋が2本入ってるんで流れのよれが出てるじゃん、はい、よれでも魚がついてる、はい、よれはやっぱあそこタイトに流した方がよくて、はい、でそこから別にそことあと頭側にもついてるから、はい、あそこをちょっと交互に狙っていく感じでやってみましょう。はい、多分時々ボイル出てたんでいいとこ入ればいいとこ入れば、でなるべく上がいいな。ここも上のやつより良さそうだったよサイズ。ほら出た。うまく狙い撃てるのであればスネコンとか軽いプラグの方がいい。沈んでいかないから焦燥食べわせられるから。一回変えてみようかな。何がいいかな。ちょっとアザミは難しすぎるか。入れそうだけど。これもただ巻きで。これはね表層スローに手前を泳がせると分かるんだけど、はい、フローティングの表層系。ちょっとねイメージとしてはよれって流れが巻いてるの、はい、だから簡単に出てかなかったりするのルアーが他の場所より。だからまあそこがよれだとしたらすぐキューッと落とすじゃん。でそしたらもうサミングすぐしてラインスラック戻す。でこれでもう OK ほとんど放置ぐらいで、はい、まあ OKOK。 何回失敗しても大丈夫だから。失敗しても大丈夫ですか？何回失敗しても大丈夫。よっしゃーそろそろ食うかって時にルアーがいい感じに入ると食うから、はい、しつこくタイミングです。魚がいっぱいいればねほぼ100発着地で出たりするんだけど、入れてれば釣れるでも OK。 そう上手今みたいな感じ。あ、最悪来た。あ、出た。乗んなかった。惜しい。でもいいとこ入ってる。なんか当たったみたいな。多分トップに出たけど乗んなかった。それはしょうがない。魚もちっちゃいのもあって。おっしゃ、
思いっきりドスン来たけど、今いいよ今いいよ。今なんかスイッチ入ってるスイッチ入ってる。入れろ入れろ。どうでもいっぱいいるのは、ね、楽しいです。これなら集中力絶対続くよね。しかも一発出てるしね。でもこうなんかバコバコなってるの初めて見ました。なるほど。よっしゃ。今いいよ。ちょっと活性上がってきたよ。餌が流れてんのかな。おっしゃ出た。おドンピシャ。ラザミン90。お、ちょっとさっきのよりはちょっと待って。入った？あ、待って。のびちゃんが。ちょっと待ってくださいね。上流から入れた方がいい。これだと頭からだね。どんどん伸びていくね。伸びるネット。こういうことですか？はい。こっちから。あ、やばいかもそれ。あ、やばいかも。あ、ちょっと待って、やばいかも。ちょっと待って、貸して。一回借りるわ。ルアーが引っかかっちゃった。逆すくい。入った？入ってないね。入ってない。ちょっと待って。あ、入りそう。よいしょ。あ、入った。はい。大道芸みたいになってる。入った。よかった。ちょっと責任感じた。はい。よし、ちょっと次はサイズじゃない？サイズアップ。よし。おお。来ました。ラザミンをね、ヨレの中に紛れ込ませるヨレミンって僕が4年前からちょろ言ってるヨレミンっていうメソッドです。はい。ラザミンは水平姿勢なんでね、本当放置しててもまかないでも餌と認識してくれてドッパーン出てくるんで、これヨレ打ちにはめっちゃ有効です。ちょっと網の中でね上流向けてあげてやってると回復するんで。あ、でも今泳ぎ出したんでいきます。よいしょ。はい、いったー。オッケー。よし、じゃあ頑張ってヨレミンしましょう。はい。よし、高橋さんが釣ったルアーを速攻借りて。そう、1個しか持ってきてなかった。これって出たらバーンって合わせるんですか？いや、もう向こう合わせ巻きながらグググっと。で、コツはやっぱね、一筋のラインを長く通したいから、巻かないこと。はい。お、うわー、ルアー出た。惜しい。出たけど全然なんか。惜しい。オッケーオッケー。それをでも続けてればそのうち乗る。乗らないのはどうしようもない。でも入るようになってきた。うわー出たね。ポツってきたね。でも出るのに。そうさっきまでねちょっと巻いちゃってたんだよね、不安になって。でも一回なんか出るの分かったから、完全にいい感じに流せてる。今チャンスだ。頑張れ。全集中。ヨレの呼吸。うまい。ほら出た。ほら出た。すごい。イエーイ。完璧じゃん今の。よく入れた。やったー。ちょっとわざとプレッシャーかけたのに。可愛いけど。めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いけど、これ食わす方が難しい。そのまま入れて。よし、オッケー。よし。やったやっと釣れました。やっと入ったね。もう自分的にもめっちゃいいとこだけ出たって思ったら完璧だったよ。可愛い。今日はあれだね。狙い通りに入れて釣るシーバスゲームだね。はい。本当に
狙い通りに行かないと釣れないですね。そうだね。ちょっとそれがワンオクの難しさでもあり、超過にすごい差が出る。しかも巻かない、絶対巻かないって思ったら釣れました。そう、さっきまでちょっと巻いちゃってたんで不安があって、なんか糸がこうたるむのがどうなんだろうって思ってたけど、そうなの。入れて巻かないって思ったら釣れました。ナイス。嬉しい。サイズじゃないね。バッチリフロントから食ってる。ありがとうございます。ナイス。やっと入った。やっと入ったね。そうなの。あそこよれてるからラインがね勝手に持ってって動いてんの、ルアーは、巻いてなくても。よし、巻かなくて釣れるっていうのが分かったから。よく言うライン先行ってやつだね。ライン先行。ライン先行。OK。残念ながら全然空き箱って感じじゃないね。いい時はこの明暗で、はい、もう結構釣れる。結構ってどのくらい釣れるんですか？10匹20匹。おー、20匹釣れたらすごいですね。今日全くここにいないもんね。あそこでいられないやつらが多分どんどん魚数が多くなると弾かれて、いろんなところで釣れるんだけど、ああいうワンポイントでしかいない時は、しかもワンポイントにちっちゃいのがいる時は、はい、あんま良くない時。あ、なるほど。もうちっちゃいのは追い出されちゃうぐらいですか？そう、基本的にはやっぱ一番でかいやつが偉いのか、一番いいとこにいる。逆にとんでもなくでかいのがいるときは周りに魚がいない時もある。あ、そうなんですね。うまい。はい。天才。うわー、ちょっと早かったね。先取りすぎだね。今すぐ出たね。でも今の100点、今のが100点取ってたよ。しかも今完璧に取ってたよ。そう、皆さん今のが100点です。やっと100点。あれ100点。うわー、今の出なかったの残念だったな。今のは魚が悪い。出ないあいつらが悪い。ちょっとだけ休ませてみようか。もう一投だけしていいですか？どうぞ。まあやりすぎしてもいいけど。うわっ、おお、完璧じゃん。誰が悪い？魚。確かに今のは魚が悪い。さあ少し最初やってた上流側に戻ってきました、はい、暗いところの角、はい、でね、微妙にやっぱ出るんだよね。しかも少しサイズまともそうなの。ただ結構難しそうな魚だね。やっぱ上でしか反応しないし、タイミングもちょうどなんかあった時にしか食わなそうだから、はい、ちょっとしつこく狙ってみようか。で、ここからちょっとダウンで流したり、アップでしか食わない時もあるから、もう橋の下に入っちゃって、はい、先っぽめがけて投げて、でラインはほんと先行。こっちから投げた方がさ、ラインはさ、はい、よりビタビタにいけるじゃん、はい、だからそういう釣り方もある。ちょっとどれで反応するかは分かんないから、いろいろやってみよう。あずあず、こっちでまたちょっと出てるから、またこっちやろう。こっちでまた出てるからこっちやろう。さっきのとこですか？うん、さっきの。ちょっといいサイズ。ごめん。ごめん。スネコンを流してたら食った。ほんと橋のスレスレライン先行で。一番最初にあずあずにやってもらおうとしたけど、ちょっと届かなかったパターンのあれに乗って重たい。そんな大きいわけじゃなかったけど。うわ、でかい。ちょっとだけね。頼むぞ。スッと入れ。よっしゃ、来た。あ、危ない。やばい、これはやばい。これはもう再びやばい。
元気すぎて。よし、裏返し玉入れ。裏返し2度目の裏返し玉入れ。トン。おお。イエーイ。まあ今日一であることは。うわ、でかっ。こいつがずっとこうボシャボシャやってたやつですかね。そうだね、こいつがちょっと大きいのいたやつだと思う。これ70あるでしょ。全然いい魚。1匹だけね、さっきいいサイズいるよってちょっと狙ってて、最初にやろうとしてたメソッドを思い出しましてやったら速攻でした。嬉しい、楽しかったです。すごい狙い撃ちでしたね、でかいのを。狙い撃ちでしたね。こいつがずっと惑わしてましたから、仕留めたり。すごい。これがグリップ散歩。完全に完全回復。ああ、元気さあ、おお元気。おおエララしてる。そっちごめん。よし、もう逃がします。このままいい、バイバイ。よいしょ。イエーイ。すごっ。でもやり方は一緒。スネコンは徐々に沈んでいくけど、まあ、ほんと自動とほんのちょっとずつ沈みながら S 字書くから、それを橋脚沿いにちょっとライン先行でやっぱ沿わす感じ。ほんと橋脚沿いをで、ルアーの頭をなるべくほんと下流に向けて自然に流していかないとちょっと難しいね。なかなかみんな気難しい。よし、やってみようか。まあ、今じゃあ一回こっち休めて、やっぱ肝はやっぱ中橋脚の周りってちょっとよれてるから、そこをいかに通すか、だから、まあ、ちょっとアップに投げて、でそのままライン先行でこれ作ってあげてじっとって流していく。ただスネコンシンキングだから、あまりにも巻かないと沈んでいっちゃうから、張らず緩めずぐらいで橋脚の際を流していく感じかな。頑張って。届いた。そうで、張らず緩め、あんま巻きすぎない。ゆっくり巻く、ゆっくり。そこだとラインが乗らないんだよね、その反転流に。ちょっと奥に落とすじゃん。そうしたら一回ライン、これだともう入りすぎちゃって、ごめん、やりすぎた。うわ、やった。ごめん、釣れるとちょっと若干思ってなかった。竿だけしっかりつなぎ目が大丈夫。いきます。抜いちゃいますよ。ごめん。うわー、すごっ。ごめん。やだ。でもいる。釣れないと思うからって言ったのにね。俺もそんなに甘くないと思ってたけど、ちょっと活性いいやつがいい。じゃあもう本当に入ればいい。待ち構えてるね。待ち構えてるから入ればこんな感じに釣れる。すごい。ちょっとごめん。悔しい、なんかすごく。よし、ありがとうよ。よいしょ。元気だね。バイバイ。よし。ごめん、頑張ってくれ。さすがでした。でもなんか少しいいサイズが入ってきたような気もする。まずは第一に橋脚の頭をこするようにする。それができるようになってから少しだけラインスラッグを多く出して、もっと送り込む練習をしていく。だからまずは頭スレスレを流す練習しよう。届いた。そうで、張らず緩め、あんま巻きすぎない。ゆっくり巻く、ゆっくり。そう、そんぐらい。よし、これを一回上流でやってみようか。もう一回ちょっと場所変えて。よし、同じことだ。距離も一緒。
と送り込んでけ、巻かないで。そう、どうだ、ちょっと巻く。ほらほらほらすごいちょっとサイズは可愛いけど、でもこれは食わせたでしょ。簡単じゃないよ。でもこれもよく取った。難しすぎる。よしよしよし。可愛い。やばい、割れそう割れそう割れそう。大事大事。ありがとうございます。よっしゃー、でも取った取ったイエーイ。難しすぎるそう、今ちょっと送り込んでさ、さらに少し深い方入ったじゃん、それだけで全然新しい魚が食ってきたり、やっぱちょっと離れてると食わないんだよね。やったさすが。なんかもうほんのちょっとしたことで釣れる釣れないが変わる釣り方だからめちゃくちゃ嬉しい。なんで今送り込んでって言ったんですか？もう少し、もう何発か同じとこは取ってたから、あと少し奥まで入れればまた違う魚がいるんじゃないかなと思ってそうあと少しだけ。でもすごいよ、逆にそれで送り込めって言ってああやってやって、食わせるんだから。いやすごい本当に。うわ、なんか釣った感が一番ある魚かも。よかった。いやめちゃくちゃ嬉しい難しすぎる。やったー。そうそうそう。バイバイ。おー、優雅に泳いでた楽しい、このなんか狙って釣る感じ。いやはい、ということで、メイヤン、頑張りましたね。結構やりきりました。満潮からもうちょいで干潮まで、まあ、結構パターンが変わったり、本当いろいろいっぱい詰め込みましたがどうでしたか？いや、かなり難しかったなっていう感じですね。で、あとは、キャストの精度で釣れる釣れないがはっきりしてくるので、もうちょっともう狙ったところに落としてでこう流せるようにちょっと頑張っていきたいなって思います。まあやっぱ今日言ったように流し方一つで食うはね変わるんで、でもそれを覚えちゃえば割と先行者さんがやってなかった流し方、まあ、ルアーはもちろんですけど流し方同じルアーでも流し方一つで全然変わるんで、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。